日々穏やかで揺るがない自分でいるためにはどうしたらいいでしょうか。私たちの体の体温がありますね。大体人によって平熱っていうのは35度から36度、37度いかないぐらいだと思いますけど、女性であれば基礎体温みたいなのもつけておられた時期があったり、今もつけておられたりする人もいるかもしれません。先日知り合いの人がコロナウイルスに感染しまして、新型コロナウイルス感染をして、高熱が出たって、40度近く熱が出たっていう話を聞きました。私も熱を出したことがあります。私たちの体は、だいたい普段平熱が35度から37度ぐらい人によって違うかもしれませんけれども、低体温児もいればね、ちょっと基礎体温高い人もいると思います。でも例えば、先ほど言ったように、何かウイルスに侵された時とか、熱が出ますよ。もう頭が割れんばかりに痛かったり、もう本当に体がだるくて、この世の終わりじゃないかっていうような高熱に見舞われることもあったりします。でもそれは何が起きているかって言ったら、自分の体の中で自分の免疫が外から入ってきたその異物と異ウイルスと対決してるわけですよね。戦ってるわけですよね。そのことによって熱が出る。いずれにしても何が言いたいかというと、私たちの人間の例えば体温というものを一つ取ってみても、これは全く揺らがないものじゃなくて、だいたいその35度から37度、6度、8度、9度、40度ぐらいになってそのまま高熱で侵されてね、亡くなってしまう人もいたりもするんですけども、それでも数日経ったら、その免疫とウイルスとの戦いが終われば、平熱にまた戻ってくる。そう。私たちは同じ体温って言っても、なんか一つ固定化した 36.5 じゃなくて、これぐらいからこれぐらいという幅を生きているわけですね。地水火風空、自然界のもの見てみてください。みんな何か一つ固定した状態ではなくて、揺らぎを生きてます。自然の窓から見える木々を見ていたら、そこに葉っぱはこう揺れてますね。今私もお寺のこの庭をバックにこの撮影をしてますけれども、全く風がないように思えても小さくそこには様々な揺らぎが見えます。今そこに小さな蝶々が揺らいでいますよ。こっちの花からこっちの花に葉っぱが軽くこう揺れてますよ。そう。水も揺らいでいる。風も揺らいでいる。地面も揺らぎます。常に揺らいでます。私たちそれを感じないだけで、実は地面って常に揺らいでるんですよ。私たち自身も実は揺らいでます。例えば私がこうやって手を持ち上げる。今こう止まってるように見えますが、実はこれは細かな揺らぎがあります。腕を持ち上げようとする筋肉。その反対側に拮抗してついている筋肉があります。これが両方とも実は引っ張り合っているので止まっているという状態が起きています。そうしなかったら、って手は上に上がってボンってどこまでも行ってしまうんです。そう、私たちの体は常に揺らいでいるんです。小さな揺らぎを生きている。今ちょっととても暑いので、ここに扇風機が回っているんですよ。実は足元に。この扇風機も今ね、なんか新しいもう新しくないのかな ?F 分の1揺らぎみたいなそういう機能がついていて、こう自然の風のように強くなったり弱くなったりと揺らいでますよね。さて、散々同じことを繰り返して話しました。大事なことだから。何が大事か。私たちはどこかで、私の心は、私の体は、私の人生は、何かこうビシッと固定したものの
歩んでいかなければならないと思ってたりするんです。そう思い込んでたりするんです。実は心が揺らぐ方が正常です。心が揺らがないのは異常です。それは死んでるんじゃないですかね。私たちの心は常に揺らいでいるんです。私たちの体も常に揺らいでいます。ただ、時としてそれが、地面が常に揺らいでいるんだけれども、それは大きくそこに住んでいる人たちや、そこに立っている建物、その生活やその建物を破壊してしまうぐらいの大きな揺れが来る時がある。そう。私たちの心も常に揺らいでいるんです。でも、この揺れ幅が時として自分の生活や自分の人生を大きく障害してしまうような揺れとなってくることがある。仏教はできるだけこういう状況にならないように。地震はもうこれは大宇宙の摂理といいますか地殻変動なので私たちがどうこうすることはできませんね。自然の風の揺れを、台風をどうすることっていうのは私たちはできませんね。でも私たちの心の揺らぎは自分のマネジメント次第で小さな揺らぎは許容範囲の揺らぎはいいんですけど、もう本当に大地震のような揺らぎはまっぴらごめんなわけですよ。これは自分が唯一コントロールできる揺らぎなんです。わかりますか？私たちの心は自分がこの宇宙の中で唯一コントロールできる揺らぎなんです。もう一度話を整理します。私たちの心は常に揺らいでいます。私たちの体温が日々小さく揺らいで違うように。だけれども、この揺らぎを自分のその日の生活が、自分の人生が台無しになってしまうような大きな揺らぎにしてしまうと、これは大きな障害なんです。誰が起こしたんだって自分が起こしたんです。私たちは小さくこの心が揺らいでますけれども、でもこれがものすごく大きな揺らぎを起こして津波のような揺らぎとか大地震のようなマグニチュード、ものすごいマグニチュードを起こしてしまうか。それは自分自身の普段のあり方によって自分の心のマネジメントによってそれを起こすか起こさないか。この管轄は誰が管制官なのかって言ったら自分なんです。ということで、私たちの心は常に揺らいでいる。それが普通なんです。だけれども、こう揺れすぎて自分のなすべきことがなせなくなったり、自分の人生が狂ってしまうような揺らぎ。これは自分でマネジメントしていかなきゃならない。そしてこのマネジメントをしていく。自分の心を自分で管理していく。そのための技法が仏教ということです。ですから、この揺るがない自分でいるためにはどうしたらいいでしょうか。じゃなくて、この揺らぎを自分である程度コントロールしていくためにはどうしたらいいでしょうか。これが正しい質問。で、それに対する答えは、どうぞ仏教を学んでください。大愚道場参加してください。ね、そして自分の心の揺らぎを自分でちゃんと見つめて、ちゃんとマネジメントできるようになってください。それが答えです。